今週も1週間お疲れ様でした。どこかの森の奥で仕立て屋をやっているアンバープリムローズです。この動画は1日一言の日記に一輪のチューリップを添えた1週間分の絵日記を話題を掘り下げたり掘り下げなかったりしながらエッセイ風に語るラジオ仕立ての雑談動画です。今週はみんなにとってどんな1週間だったでしょうか。ぜひ自分の1週間を振り返りながら私のたわいない1週間の雑談を人の日記を覗き見するような感じで寝る前や作業中のお供など一緒にのんびり聞いていただけたら幸いです。8月8日、仮暮らしのアリエッティを初めてちゃんと見た。金曜ロードショーでやっていて初めて仮暮らしのアリエッティを通しで見ました。この作品ざっくり言うと、小人が人間に見つからないように人間の家の中で暮らしていて、砂糖とかティッシュとか自分たちの暮らしに必要なものを夜な夜なこっそり借りて暮らしているっていう話なんですけど、アリエッティね、私今まで個人的にそんなに興味を惹かれなかったんですよね。っていうのも小人目線の話になるから、世界観がどうしてもさ、人間の家の中とその周辺っていう、もののけ姫とか千と千尋の神隠しみたいな他のジブリ作品と比べるとスケールが小さいように思えて、なんか今まで見る機会がなかったというか、別にいいかなーで流してたんですけど、でも今回機会があって見てみたらね、普通に面白かったですまあ評価されているジブリ作品なんだからそれはそうという話なんだけど、私が思ってた方向とまた別のところで面白かったんですよね。まずそのジブリらしい良さとしては、植物みたいな自然のものと、あと人間が使っている人工物が融合したようなアリエッティのお家のデザインとか、あと作品の中でアリエッティたち小人がお茶を入れるシーンがあるんだけど、そのお茶の水滴のサイズ感、ジャバーって入るんじゃなくって、水滴一つ分ポタでカップがなみなみ満たされる。そこで人間サイズのミニチュアを小人が使ってるんだなってわかるみたいな表現で、なんかそこからかつて自分もしたドールハウス遊びを極限までリアルにしたような感じにワクワクするみたいな、そういうところとか、なんか見ていてこういうデザインいいなとか、こういう表現素敵だなっていう創作のインスピレーションになるような描写が多かったっていうのがまずジブリらしい良かったポイントで、思ってたのと違った方向に良くて感動したっていうポイントなんですけど、私が最初に懸念していたそのスケールの小ささっていうのが登場人物の言動のおかしさで全てカバーされていましたやっぱりお話として見ると登場人物も他の作品に比べて少なめだし、お話の時間軸もね、数日っていう短い間に起こってることだし、やっぱり人間のお家一軒とその周辺っていう狭い世界で起きたお話ではあるんですよ。なんだけど、なんでそんなことするのとか、なんでそんなこと言うのっていうツッコミどころが結構出てくるんですよね例えば、その前提としてそのお話、本当は小人と人間は関わり合いを持たずに暮らしてきているんだけど、ひょんなことからアリエッティの存在を知った主人公が結構トンチキな、なんでそんなことすんのっていう行動に出て、っていうのが、その主人公が住んでる家にはなんかこうまことしやかにもしかしたら小人うちにいるんじゃないかっていう先祖の気づきによって作られた小人のための立派なドールハウスがあるんですよ。でも結局人間たちは小人を見てないから、いつか小人さんにこれ使ってもらえたら嬉しいねみたいな、半ばファンタジーみたいな感じでおじいちゃんとかの代からね受け継いできたものなんですけど、でそのドールハウスも小人さんに使ってほしいで作ってるから、キッチン一つ見てもすごく精巧に作られていて、コンロも本当に火がついたりとか、食器も一式ピカピカ揃ってたりみたいな、すごく素敵なキッチンではあるんですよ。でこのドールハウスがアリエッティたち小人のためにもともと作られていたっていうことを知った主人公が、アリエッティのためにそのドールハウスをあげようとするんですよ。どうせ小人のために作られたドールハウスなんだったら使ってほしいっていう気持ちはさ、すごくわかるんだけど、
問題なのがアリエッティたち本人にうちにこういうドールハウスがあるからあげるねみたいな事前のやり取り一切なく、急に自分家の床下にこっそり静かにもうバレてないよねで気づいていたアリエッティの家を天井からこじ開けて、元アリエッティたちがねその直前まで使っていたキッチンを基礎ごと取り上げてドールハウスのキッチンを移設するんですよわかるこれ。だからさ、アリエッティたちからしたら本当に人間たちにバレないようにこっそり、もうわざわざ夜な夜なさ、もう静かに角砂糖1個借りるにしても細心の注意を払って大事に暮らしてきた家が急に暴かれて、で急に直前まで使っていた親しみ深いキッチンが取り上げられて、なんか手が天井から降ってきてキッチンを置いていった、急に何事っていう、そういう恐ろしい話でしかないんですよそれがもう傍目から見ていても一目でおかしいというか、気持ちはわかるけどもっとやり方あるだろうっていう吹き出しちゃうようなおかしさがあったりとか、なんかどこまでがその意図して作られた登場人物のおかしさなのかわかんないんだけど、ほんとこれ一例で、なんかそういうツッコミどころのある登場人物の言動っていうのが作品を通して何個かあって、それがね面白かったです。8月9日、桃って美少女すぎる。これはね、私が桃というものに圧倒されたっていうお話なんですけど、まずね、今週は動画内企画アンプリと一緒で決めた季節の旬の果物を買って食べてみようっていうお題に個人的に挑戦して、で夏の果物買うぞと思ってスーパーに入って、普段はさらっとしか見ない果物コーナーを結構しっかり巡回しまして、桃とかメロン、スイカ、あと梨、シャインマスカットとかね、そういうきらびやかな夏の宝石たちが並んでいて、どれにしようかなって思ったんだけど、桃選んで食べてみました。普段から買って食べるよっていう人にとっては普通かもしれないんですけど、私にとって桃ってめったに自分から買わないから、ちょっとした贅沢品のイメージで、バナナとかリンゴ、みかんあたりとは一線を画すというか、買うぞっていう覚悟がいるみたいな存在なんですよ。だから買ってきた後に冷蔵庫にね、食べるまでの間桃を入れてたんだけど、自分にとって桃がイレギュラーかつ嬉しい存在だから、その冷蔵庫の扉開けて桃の存在を認識するたびにさ、あ、桃あるんだそういえばってなってなんか自分の家の冷蔵庫に桃があるっていうだけで、食べてなくても桃を持っている側の人の気持ちになれるみたいな。これわかるかな？これ伝わりますかそういうところがあって、これ結構今回の気づきだったんですけど、まだ食べてなくても自分で買った桃が今冷蔵庫の中にある、私は桃を所有していますよっていうだけで、ちょっと雅な気持ちになるというか、たおやかな気持ちになるというか、豊かになった気分になるみたいな、そういうことに気づいたんですよ。でそこでなるほどなって思ったのが、桃源郷っていう言葉あるじゃないですか。理想郷とか穏やかで素晴らしい場所っていう意味がある言葉だと思うんだけど、なんかね、そういう桃源郷っていう素晴らしい場所に桃があるっていう景色がわかんないけど感覚としてすごく納得できるというかこれちょっとそうじゃないですか。なんか考えたことなかったけどそうかもみたいな、そんな感覚にならないかな。これ香りが良くてさ、みずみずしくて綺麗な色でっていうさ、桃自体がもうそういう豊かで美しい場所にいかにもありそうみたいなイメージを持っているんだなって思って、桃源郷とはよく言ったものだな昔の人もってしみじみ思ったりとか、勝手にね納得して、でそんなことを思いつついざ桃食べるんですけど、食べたことない果物ってさ、どうやって食べれる状態まで持っていいかわからないがちじゃないですか。私もさ、自らの意思で桃を買うことがめったにないから、処理の仕方がわかんなくてネットで調べたりとかしてさ、まず冷水で桃を撫でるようにして、チクチクの産毛を落として、でアボカドみたく中心の種の部分まで包丁をサクッと入れて、
そこから一周切れ目をね入れたら身をひねってパカッと割って、でこれ私知らなくて今回初めて使ったテクニックなんだけど、桃の皮を全体的にナイフの背の部分でこすると身を傷つけずに皮だけ綺麗にペロッと剥けて、でそんな感じでやり方を調べながら慣れない手つきでドギマギしながらさ、なんとかこう種と皮を取り除いて食べれるっていう状態になったんだけど、桃って分かりやすく美少女ですよね桃って美少女なんだってすっごいその時に思って、まあ皮を剥かないそのままの状態でも美少女の素質はあるというかさ、ピンクと黄色のなんか混じったようないかにも美味しいですっていうような見た目、その状態からかなりグッとくるものはあるんだけど、皮と種を取り除いて切り身あの状態にしてみるとよりおっと気づくものがあって、こう白っぽい果肉でさ、種の方中心部分に行くにつれて鮮やかな赤っぽいピンクの色がさしていて、ですっごくみずみずしくっていい香りでっていうさ、その桃源郷の話とかなんかあるだけでちょっとたおやかな雅な気持ちになるみたいな、桃自体が持つ雰囲気と今目の前にある食べれる状態の桃のビジュアルの良さ、これが凄まじくてなんかこうかなり意志を持って桃を買って桃というものと向き合ってみると、その存在に圧倒される瞬間がたくさんあって、いや桃って美少女だなって思いました桃ってちょっと美少女すぎるな、存在もビジュアルもと思ったっていう体験でした。8月10日、動画というネットの海に流すメッセージボトル。この動画シリーズワンデーワンチューリップのサムネデザインを一新して共通のフレームを作ってみました。これね、実は前々からサムネは手を入れたいなと思っていた部分で、理由としてはね、毎週出しているシリーズものだからサムネを見た時にパッとあのシリーズねって分かりやすくしたかったっていうのと、あと画像を差し替えて文字を入れるだけでそれっぽくなるっていうデザイン的な制作の手間を減らしたかったっていうのが大きい理由ですね。でね、これちょっとこだわりのお話をすると、デザインはね切手がモチーフになっています。ナンバリングを入れる部分はシーリングスタンプっぽくしたり、これも自分でペイントソフトで描いたんだけど、であとフレームの丸っこいギザギザの感じとか、いろいろ切手とか手紙を思わせる要素を入れてみました。というのもこのシリーズを作る時にいつも録画してて思うのが、このシリーズってメッセージボトルみたいだなっていうことで、動画ってさ、生配信みたくリアルタイムでどれぐらいの人が見てくれていて、誰がリアクションをくれてっていうのがその場で反応として返ってくるわけではないじゃないですか。だからこう自分が日常の中で面白いと思ったこととか共有したいと思ったことを別の場所の顔の見えない誰かに向けて発信するのがメッセージボトル流すのに似てるなってちょっと思って、週に一度個人的に感じたことをしたためた動画をインターネットの大海原にね流して、で誰かが拾ってくれてその人の心に何か少しでも残ったら嬉しいなみたいな、そんなことを考えて作っているので、なんかその自分の気持ちを切手モチーフのデザインにね託してみましたなんかちょっとキザなお話になりましたがこの動画今見てくれているみんなは私のメッセージボトル拾い上げてくれてどうもありがとうございます。8月11日、サントリーウーロン茶が好き。まず私にとってサントリーのウーロン茶っておしゃれな飲み物なんですよまずで、最近そのサントリーが個人的にいいなと思う動きをしているっていうお話なんですけど、先に言っておくとこの話はめちゃくちゃニッチな好き語りになります一時期全身の血液がサントリーのウーロン茶になるのではというぐらいこれ飲みまくっていた時期があるんですよ。でウーロン茶も好きなんだけど、その中でも特にサントリーのものが好きで今もそういう経緯があってひいき目に見てるんだけど、
なんか最近ね、派生商品をちょこちょこ出しているような気がするんですよ、サントリーのウーロン茶で。私が最近買ったのはサントリーウーロン茶ミルクティーっていうやつなんだけど、これね、パッケージから結構目を引いて、赤とかターコイズブルーとか金色とかちょっとカラフルな感じで、こう丸みのある装飾でパッと見可愛いっていう印象を抱くようなデザインで、なんかその色使いとかその丸っこい装飾の感じとかが全体として中華っぽい雰囲気を連想させるようなデザインになってるんですよ。だからね、スーパーとかの飲み物コーナーをわーって見た時に、何やらアジアっぽい商品が出ているなって目を引くような感じでね。同じような派生商品で言うと、サントリーハオウーロンパイン&ライチティーエイドっていうのもちょっと前に新発売になってて、これ私前に動画でも飲んでみましたっていう紹介をしたんだけど、これも同じくパッケージが明るい中華風でおしゃれ可愛いような、そういう感じ。最近なんかサントリーがウーロン茶の派生商品ちょっとアジアンな感じのおしゃれなパッケージ出してるぞって思っていて、でこのウーロン茶ミルクティーも新しいことやってるなーで飲んでみたんですよ。でこれ味も美味しかったです。なんか私やっぱりウーロン茶が好きだから、サントリー以外でもウーロン茶と何かが割られている商品って気になって買っちゃうんですよ。で何個か飲んでて思ったのが、ウーロン茶系の商品って味難しいっていうこと。ウーロン茶ってね、他の飲み物と合わせた時になんか味が負けるというか、あんまりねそのウーロン茶の良さを出しきれないことが多いんですよね。なんかその全体にちょっと渋いキリッとした感じを残すけど、でも掛け合わせたことによって特に相乗効果が生まれるような感じはないなって思うことが多かったんだけど、これはね、うまいことサントリーウーロン茶のキリッとした感じとミルクティーが合っていて、結果的にちゃんとミルクのコクもあるし、ほんのり甘いんだけど後味がすっきりしてるっていう。だから甘さゼロなわけではないんだけど、全然甘ったるい感じではないというか、ミルクティー系の商品ってさ、無糖じゃない場合結構後味に甘みが残るのが個人的にあんまり好きじゃないんだけど、このサントリーウーロン茶とミルクティーのコラボはかなりその甘みの部分の個人的なマイナスポイントが解消されつつ、サントリーウーロン茶の旨味も出ている感じがしてかなり美味しかったので、またリピートしようと思ってます。これはね、みんなも一回試してみてほしい。でちょっとさらに一段階サントリーウーロン茶に対する思いの話サントリーのウーロン茶って私の中でおしゃれなんですよ。それは昔のサントリーウーロン茶の CM がその由来になっていて、私の中でもう相当前の CM なんだけど、中国の女優のファン・ビンビンさんが食堂で熱々の小籠包をハフハフと食べながらウーロン茶を飲むっていう映像が使われている CM で、流れている BGM がラムのラブソングの中国版なんですよ。ガンマニファニファジャブヤジャヤンウェシマニザジダジディリディリみたいなやつと、歌詞はわかんないんですけど、ちゃんとこう2個とかさ、楽器のふわふわみたいな楽器が使われてたりとか、アレンジもちゃんと中華っぽくされているみたいなね、とか同じようなコンセプトの別映像で、中国の地方の家族同士が結婚する時のなんか家族写真を撮ってるような映像、家の門の前で家族が並んで写真を撮っているみたいなシーンで、そこで流れている BGM が吉田拓郎の結婚しようよの中国語版でみたいな、何個かそういう中国の日常風景を切り取ったような映像と中国語アレンジの J-POP を BGM で流しているみたいなコンセプトの CM が何本かあるんだけど、そのシリーズがね、なんかサントリーウーロン茶っていう商品自体を押し出しているっていうよりは、暮らしとか生活を映しているような感じで、もうほんと15秒とか30秒とか短い間なんだけど、それを見てると、きっと中国では日常的にこんな風景がどこかでされているんだろうなって思うような、違う国の日常をね、覗き見したような感覚になるんですよ。
その自分には馴染みがないけどそこで暮らす人にとってはもうこれがずっと続いてきた日常なんだろうなみたいな、そういうのに思いを馳せるとそれがすごく愛しく思えるみたいな、そういう気持ちに短い時間でなれる CM で、またもともと日本語の曲を中国語アレンジで歌うっていうのもまた知らない国の日常の映像を身近に感じられる要素になっているというか、もう全部がとにかく本当に好きで、この CM もね私リアルタイムで見てたわけじゃなくって、生まれる前とかに放送されてたやつだからね、たまたま親が録画してた番組のビデオテープをなんとなしに再生したら挟まってたみたいな、そういう距離感なんですよ。だからそういう経験も相まってこの CM はね、馴染みのない国の知らない日常、昔の映像っていうのが全部私の中で失われたオアシスというか、存在しないものへの憧れみたいな、蜃気楼を見るようなそういう美しい質感になってるんですよついてこれてますか？大丈夫ですか？ちょっとね本当に熱量とギアを上げた個人的な語りになっちゃったんですけど、そういう思い入れもあってサントリーのウーロン茶が大好きだから、今回買ったミルクティーとかね、ちょっとアジアを感じるパッケージと味の商品を出してくれているのがかなり嬉しいっていうお話でした8月12日、ペルセウス流星群のライブ配信を見た。お盆期間中ね、結構昼夜が逆転することがありまして夜まだ眠くないなとか思いながら YouTube の画面見てたら、たまたまペルセウス流星群をライブカメラで配信しますみたいな配信が上がってきて、で、知らなかったけど今夜流星群見れるんだ、へーって思いながらその配信を見始めて、その時点でね夜中2時過ぎとか結構深い夜の時間帯だったんだけど、同説が2000人以上いて、こんな夜中なのにみんな流星群を見ようとして同じ枠に集まってるんだと思ったら、それになんかワクワクというか嬉しい気持ちにまずなったりして、もう紺色の夜空に一面の星で、その画面一面の星を2000人で見守りながら、いつ流れ星来るかなってチャット欄を見ながらみんなと一緒に待つのが結構楽しくてさ、で実際何回も流れ星見ることもできて、で中にはね結構大きく光るものもあったりとかして、そういうのってなんか緑色の尾を引いたりしてたんですよ。で、なんで緑色なんだろうとか思いながら見てたら、チャット欄にいた有識者がさ、マグネシウムが燃焼する時に緑色の色を発するので、今の星にはマグネシウムが含まれていることが分かりますみたく教えてくれて、で、疑問にリアルタイムで有識者が答えてくれて普通に勉強になるなみたいな瞬間もあったりとかして、しかもね日本語だけじゃなくって台湾とか、あと英語とか外国語のコメントもちらほらあって、いろんな国から見てるんだって思ったら、いろんなさそれぞれ違う場所から同じ流星群を見にこんな夜中にここに集って、でお互いに綺麗だねとか今見えたねみたいなコメントをし合ってるんだなと思うと、すごい平和な国際交流みたいな感じでほっこりというかいいなみたいな、そういう気持ちにもなったりして、何も知らずにたまたま夜更かしの末にたどり着いた配信だったんだけどね、ちょっと得したなっていういい夜でした。8月13日、寝まくりのお盆でした。ついさっきお盆期間昼夜逆転しましたみたいな話もしたんですが、お盆期間みんなは何をして過ごしていましたか？帰省や旅行に行ったりとか、お墓参り行きましたとか、のんびりしてましたとか、いろんな過ごし方あると思うんですが、私は本当にねちょこちょこ近所に出かけたぐらいで、基本的にはめちゃくちゃ寝てました最近はね結構地味に絵を描いたりとか、こうやって動画で毎日のことを話したり動画を編集したりみたいなのが続いていて、インプットする量よりアウトプットする量の方が多いことが続いてたなみたいな感覚があったんですよ。なんだけどさ、創作って結構スポンジみたいなところがあるのかなと思っていて、絵を描くにしてもこうやって話すにしても結局何かを吸収していないと出てこないんですよね。しかもそれがさ、描きたい絵のために対象っていうかモチーフを観察するとか
話すために作品を見るとか、そういう直接的なインプットに関わらず、一見全くつながりのないことというか、例えば好きに映画を見たりとか、記事を読んだりゲームしたりぼーっとしたりみたいな、一見自分が生み出すものとは何もつながらなさそうな、そういうのも含めて何かを自分の中に入れるっていう時間ってものづくりには必要だなって改めて感じて、だからね、私のお盆はここ最近のアウトプットが増えてカラカラになったスポンジに水をつけるみたいな期間でした。寝まくりながらのんびり好きなものに触れてちょっと疲れを取り戻すみたいなね、そんな感じでお盆過ごしておりました。8月14日、ポケストップに日常の味方の答えを見つけた。今私が一番遊んでいるゲームがポケモン GO なんですけど、まずね、このポケストップっていうのがゲーム内にあるアイテムスポットみたいな感じで、これがね、ユーザーも申請して承認されたらゲーム内にアイテムスポット増やすことができるんですよね。私も一回自分でこのお店新しくポケストップにしたいなと思って申請して承認されたことがあるんだけど、でこのユーザー自身で増やすことができるポケストップ、最近私の行動範囲内でちょこちょこ新規のものが増えていて、でうわここ登録されたんだとかって見ていると、その登録された場所が結構面白くって、そもそもと言いつつポケストップって何でもかんでも申請したら通るっていうものではないんですよ。条件がいくつかあって、だからね、その条件を満たすものって考えると、必然的に街中のモニュメントとか地域のレストランとかカフェ、あとは歴史的とか文化的にその地域の意味があるものみたいな、街の中でちょっと意味があるものがポケストップになりやすいんですよ。なんだけど今回新しく追加されていたポケストップの中にスーパーがあって、しかもスーパーそのものじゃなくって、スーパーの看板に書かれていた謎のキャラクターで登録されてたんですよ。なんかこう、例えばパンを持った顔と手足のついた人参みたいな、なんとも言えないゆるキャラ未満の、その看板に存在するためだけに生み出されたキャラクターみたいなそういうやつで、それを見た時に私はうわそれありなんだって思って、もし自分だったら申請するならストレートにスーパーなんですよ。なんだけどその申請をした人はスーパーから看板からその中のキャラクターって視点をこう一段細かくしていて、スーパーっていう画素数の荒いガビガビの画像の解像度を一段上げて見てるんですよ、この人は。だからパンを持った顔と手足のついた人参みたいなキャラの存在に気づけて、でそれを面白いじゃんと思ってポケストップに申請してるんですよ。これ個人的にすごいことだぞと思って、大きく捉えて普通のスーパーねで終わらずに、一個小さい視点で見つめたから、なんか変なキャラっていう小さな面白さを見つけたっていうことなんですよ、これがでこれって単純にポケストップ申請だけの話じゃないなと思って、むしろここからが本題なんですけど、私が自分の毎日の中で持ちたいと思っている、毎日って変わり映えなく過ぎていくけど、実はその中でも何かしらは感じて考えていて、日常にも気づけてないだけで面白いものってたくさんあるよねっていう視点にすごく近くて、こういつもの道、いつものお店、いつもの景色から一個解像度を上げてみるというか、見る場所を一個ずらしてみると、よく知ってたはずのものの新しい一面に気づくっていう、これってかなり毎日を楽しむっていう上で大事な視点だなと思っていて、で私はさ、ここ最近どうやったら自分のなんてことない日常をちょっとでも楽しみにいけるかなって考えた時に、日々の中に小さな挑戦を増やすっていう方向で考えてたんだけど、散歩の時新しい道を通ってみるとか、それこそ新しい新商品の飲み物を買って飲んでみるとかね。なんだけど、この新しいポケストップの変なキャラクターに着目した一例を見て、そうか、見てるものの解像度を上げたりとか、見る対象をちょっとずらすだけでも同じものの中に新しい面白さをって見つけられるんだなって気づいて、これはなんかすごくまだ全然自分の日常を楽しむ余地っていうのが、新しいことをしなくても真横に転がってるぞっていう希望の気づき体験になって、
かなり個人的に嬉しかったですはい、ということで今週もここまでチューリップ7本分の絵日記エッセイ聞いていただいてありがとうございました。ここからはアンプリと一緒のコーナーになります。今週のお題はお気に入りのカップで好きな飲み物飲んでみる。先週先々週とケーキ果物買ってみようみたいなちょっと贅沢なもののお題が続いたので、今週は贅沢の方向をちょっと変えてみましょうということで、お気に入りのカップで好きな飲み物を飲んでみる。しかもスマホやテレビ、パソコンといった画面は見ずにのんびり目の前の一杯を味わってみるのはどうでしょう。これ私も時々やってみるんですけど、なんだか不安を感じたり落ち着かないなっていう時って身の回りの五感にね、一つ一つ注目していくといいらしいんですよ。見えるもの一つ、触れるもの一つ、味わうもの一つみたいな感じで。なので今週はお気に入りのカップを使って好きな飲み物を入れて、それを味わいながら、5分とか10分とかね、せわしない毎日の中で身も心もちょっと落ち着ける時間っていうのを一緒に作ってみませんかと、そんなお誘いです。いいな、やってみようっていう方はぜひ写真を撮ってコミュニティに投稿してくれたりだとか、あと動画のコメント欄でどうでしたみたいな感想を教えてもらえたりするとさらに嬉しいです。私も来週の動画で私の体験をお話ししようと思います。ということで改めて皆さんここまで聞いてくださってどうもありがとうございました。今週のブーケはこんな感じになりました。今週はね、桃を食べたところから着想を得て7本分全部夏の果物をイメージしたチューリップにしてみました。どれがどれだかわかるでしょうかこう見てみるとやっぱりね、果物の色ってなんかオレンジ系、似たような色のものが多いんだなというか、当たり前だけど青とか紫とかそういうものは入ってこないんだなみたいなそんなことを思いながら描いたりしました。そんな感じでこの動画を楽しんでいただけたらチャンネル登録、高評価、コメントなどしていってもらえると大変励みになります。明日からも自分のペースでやっていきましょう。来週も動画でお会いできることを楽しみにしております。お相手はアンバープリムローズでした。バイバイ。